YouTube ちょっとすいません。怒らずに。今日はですね、アドリブトレーニングということで、マイナー251について、スケール編ということでね、こちらについてシェア発しようと思います。ということで、ちょっと最近、あんまり、アドリブのトレーニングの話ってあんましてなかったじゃないですか。ほんとすいませんね。結構、しずチャンネルってアドリブの話をしてくれてたのに、みたいな、あったかもしれないですけど、メジャーの251って、私も前から説明とかしてると思うんですけど、マイナーの251ってめっちゃ出てくるんですよ。てか、もうめっちゃ出てくるんですよ。これ、なんとなく言ってなかったなと思って、ちょっとそれは、ね、やっぱ、どうかなっていうことで、ちょっとね、若干、メジャーよりも、むずいかもしれないんですけど、でもむずいからやらへんっていうレベルの問題じゃないくらい、マイナー251で出てくるんで、ちょっとね、これについて、今日は解説していこうと思います。めっちゃ YouTuber みたいでしたね。はい、ということで、今回説明していくのは、A マイナーの251。こちらをちょっと一つね、取り上げていこうかと思います。で、結局、これが251だっていうその仕組みみたいなところは、前ね、ダイアトニックコードを説明した動画があるんですけど、これ、メジャーの251の話をしてるんですけど、仕組み的には一緒で、これがマイナーになったっていう、感じなんですよね。そんな感じなんですけど、で、軽く、その違いっていうのを説明すると、マイナー251って言ってるじゃないですか。てかメジャー251もあるわけじゃないですか。それはね、今までいろいろ何回か言ってると思うんですけど、ちょっとね、マイナー251とメジャー251をね、こう比較すると、こういう感じですね。コードの部分で言ったらっていうか、b マイナー7フラット5、このフラット5ってなってんのとか、あと、A マイナー7が、トニックになるんですけど、トニックのところで、マイナーってなってるかどうかみたいな。ね、そこが結構、マイナー251だなって判断できるポイント。で、コードトーンで言ったら、ファーが、5度の音ですよね。これがナチュラルになってるじゃないですか。とか、A マイナー7だったら、3度と7度が A メジャー7だったら、シャープだけど、ナチュラルになってるとかね。そういった違いがあるということですね。あと、ここから結構、この動画の中心的な話になるんですけど、じゃあ、何のスケールがマイナー251で使えるかみたいなところなんですけど、これはね、ハーモニックマイナースケール、でペンタトニックスケール、で、オルタードスケール、コンディミスケール、などなど。もういっぱいあるんですよ。これね、全部やってたら、ほんまに、火くれるっていうか、人生終わるんで、量多いじゃないですか。だから、ハーモニックマイナースケール、とりあえず、わかるよ。オルタードスケールとかは、わかるけど、ハーモニックマイナースケールさえ分かっとけば、とりあえずマイナーの251は、それとなく形になると思うんで、一旦ね、マイナー251、どんな練習したらいいかみたいになったら、ハーモニックマイナースケールをね、やってみてほしいんですよね。特にバップのジャズとか、そんなんやりたいみたいな人って、絶対、ハーモニックマイナースケールにちょっとやった方がいいと思うんですよね。ということでね、それやった方がいいってすごい、それだけじゃね、ちょっとなんで、実際ね、私がちょっと吹きながら、こんなんです、あんなんです、みたいな感じで、ちょっと解説をね、交えていければなと思っておりますんで、早速、ね、いつも通り、ちょっと、行きましょう。どうぞちょっとはい、お待たせしました。ということですね。今からハーモニックマイナースケールの、ことについて、ちょっと喋っていこうかなと、思います。さっきも、ちょっと説明したと思うんですけど、ハーモニックマイナースケールってめっちゃ使われてるんで、これを、覚えといてほしいなっていう感じなんですけど、アドリブするみたいな時に、このスケール使ってってなった時に、そのスケール、わかりませんってなってたら、それ無理じゃないですか。だって、あれ、例えば
このハーモニックマイナースケール使おうみたいになって、そのスケールどんな音やったっけみたいになってたら、もうそう思ってるうちにもう曲って進んでいっちゃうじゃないですか。だから、覚えないと、ダメじゃないですか。ということでね、ハーモニックマイナースケールについて、ちょっと、軽く触れておこうかなという感じなんですけれども、今からお話しするのは、こちら。A のハーモニックマイナースケールですね。はい。ちょっと、全体的にはこんな響きですね。その、ポイントっていうか、ちょっと賢そうなこと言うんですけど、A のハーモニックマイナースケールのファーあるじゃないですか。この音が、マイナー251の5度のとこ、E7 のところでは、E7 のテンションのフラットナインスの音になるんですけど、なんかそこが、こうちょっと、なんていうんですか、マイナー251の時のね、このハーモニーのなんかポイントみたいな感じになるんじゃないかなって。ここが出たら味噌みたいな感じかなって思うんですよね。だから、とりあえず、フラットナインスのファーのところが、ちょっと鳴らせたら、なんかそれっぽく作れるかなって思うんですけど、ちょっと小手先なね、あれですよ。そういうコードに対して、この音は何度の音かみたいなところも合わせて軽くね、覚えていただくと、なんていうんですかね。なんか、バップってそういうとこあるじゃないですか。ジャズ、バップのジャズで、ハーモニックなフレーズをこう、紡いでいくみたいなところってなんか、ありませんこのコードに対して、このスケールのこの音は、このテンションの音だみたいなとかも軽くね思っていただくと賢い感じになると思いますじゃあね、そのスケールを覚えないとアドリブ無理やからみたいな言いましたけど、それでねあれするのはちょっとなかなか突き放した言い方なんで、ちょっと練習メニューみたいなのもね提案させていただければなということで、ここなんどうですかね。こういう感じでね、前回、ペンタトニックスケールのメニュー紹介のことの時にも言ったんですけど、1オクターブ、ね、ハーモニックマイナースケール吹けるだけじゃ、意味がないというか、だって、ね、アドリブって、そんな、1オクターブだけのフレーズじゃないじゃないですか。全音域でね、わーってやりたいじゃないですか。ってなった場合に、サックスの全音域で、そのハーモニックマイナースケール、吹けた方が、いいに決まってるじゃないですか。ということでね、ちょっと、こんな練習なんですけども、もしよろしければ、これもね、ハーモニックマイナースケールの、基礎練習メニューについて、私も楽譜ね、またちょっと書いたんで、もしよろしければ、ぜひね、ご購入していただければ、こちらのサイトでね、この3つのサイトで販売しておりますので、全キー、12キー、全部、書いたんで、これね、日々のトレーニングに、役立てていただければなと思います。地図チャンネル。ハーモニックマイナースケールが、マイナー251でも使えるって言ったんですけど、これね、ちょっとね、もっと厳密に言ったらっていうか、これ結構ね、ちょっと、難しいっていうか、ちょっとあれなんですけど、ほんまはちょっとこういう感じなんですよね。6リアンスケールですよ。b-7 フラット5のところは。で、E7 のところは、ハーモニックマイナースケールなんですけどね。で、a-7 のところは、厳密に言うと、ナチュラルマイナースケールの方がいいと思うんですよね。だって、ハーモニックマイナースケールだったら、ソーってシャープつくじゃないですか。でも、a-7 の7度目の音って、ソーは普通のソーなんですよ。だから、当たるじゃないですか。別に、ハーモニック、悪くはないんですけど、でもやっぱちょっとね、こう、厳密に言ったらちょっとどうかなって思ったり、私はね、するんで、こういう感じなのかなと思いますね。6リアンスケールって実はね、みんなギョってするじゃないですか。この B の、言ったら、半音上のメジャースケールの音。だから、B だから、C メジャースケールと一緒なんですよね。
まあこんな言い方をしたらね、ちょっと真面目な人は、まあそんな風に覚えたらあかんって言うかもしれないですけど、私不真面目なんで。これがね、まあ、できたらまあいいんですけど、むずくないですか？だって1小節ずつスケール変わるじゃないですか。いやまあそれはそうです。私はこの発想でめっちゃ練習しましたけど、でもまあね、やっぱむずいじゃないですか。だから最初はさっき初めの方にも言ったハーモニックマイナースケールだけでなんかこう慣れていった方がまあいいと思うんですよね。でもこれねすごい言いたいっていうかね、これめっちゃ思うんですけど、みんなこれ好きでしょ？このスケールバーン乗ってんの。めっちゃ好きじゃないですか。やったらこれ見るじゃないですか。違うんですよ。これね、こういうことじゃないんですよね。だから、大事なのは。これは、このコード進行の時に何のスケールが使えるかとか、何の音が使えるかっていう、ただそんだけの話なんですよね。この音を使って、フレーズを紡いでいかないとダメなんですよ。で、なんか、これさえ分かったら、できるっしょみたいな感じ、めっちゃ感じるんですよ。じゃあ、そうじゃないんですよね。この何のスケールが使えるかっていうのが分かった上で、どんなフレーズを作っていくかっていうところまでいかなあかんのに、これで安心してるんですよね。で、じゃあ、どういうフレーズを作るかみたいなのは、もうこれはね、もう聞くしかないんですよ。先人たちの音楽を。だから、例えば、なんかソニー・ロリンズとかね、マイナス5-1のコード進行の時に、どんなフレーズを、やってたかとか、別にサックスじゃなくったっていいわけですよね。なんか、リー・モーガンとかもいいじゃないですか。なんか、いいじゃないですかってあれですけど、なんかオスカー・ピーターソンとかね、まあ、いろいろあるじゃないですか。そういう先人たちの演奏を聞いて、こういうスケールを使った上で、どんなフレーズを吹いてるかみたいなところまでいかな、あかんのに、これで安心してるから、だからできないんですよね。もっと音楽的に、なんて言ったの、感覚的な部分を、もっと大事にしてほしいなって、めちゃ思うんですけど、まあなんかそんな感じで、終わります。はい、いかがでしたでしょうか？まあね、結局ね、スケールをイメージして吹くってなっても、スケールちゃんとこう、覚えないと、まあ難しいのかなと思うんで、まあぜひね、ここの楽譜販売してるところでね、いつも通りこう200円で販売しておりますので、ハーモニックマイナースケールの12キーのね、楽譜も用意しておりますので、もしよろしければね、ご購入いただければ、ぜひよろしくお願いします。すいません。今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。